なたのご実家って貧乏じゃない？いまだにおんぼろ屋に住んでらっしゃるんでしょ？食事なんて動物の餌みたいの食べてたじゃない。私たちからしたら考えられないわ。結婚を認めてもらえませんか？ね、庶民ってどうしていつも分細な夢を見たがるのかしら。あなた恥ずかしくないの？娘と釣り合うはずがないってお分かりでしょ？あなたと結婚したって幸せにならないじゃない。確かに至らないところも多いですが、彼女を本気で幸せにしたいと思ってます。私たちはね、そもそも格が違うの。あなたみたいな人間がいくら努力したところで越えられない壁があるの。それが現実。彼女を本気で幸せにしたいと思って今必死で死ぬ気で仕事に取り組んでます。あなたのご実家って貧乏じゃない？いまだにおんぼろ屋に住んでらっしゃるんでしょ？うちの家の倉庫の方がまだマシなんじゃないかしら。それにお父様は普通の会社員でらしたわよね。娘を結婚させたらあなたの家族全員私たちにたかってくるんじゃないの？いや、そんなんです。お金がない人って本当に哀れね。毎日小銭を数えながら生きてるんでしょ？そんな暮らしうちの娘にさせるわけにいかないの。それにね、親がどういう人かで子供の価値が決まるの。何にも苦労知らない人が育てた子供なんて信用ならないわ。でも家族は僕を大切に育ててくれたって食事なんて動物の餌みたいの食べてたじゃない。私たちからしたらとても考えられないわ。食事なんて動物の餌みたいの食べてたじゃない。私たちからしたら考えられないわ。あなたみたいな貧乏人は貧乏人同士寄り添ってればいいのよ。私たちとは住む世界が違うんですもの。娘にはあなたから嫌いになったってことになさってね。私たちとは住む世界が違うんですから。娘にはあなたから嫌いになったってことになさってね。何ですかあなたは。でいいかしら。何ですか？すいません。横から失礼します。すいません。どちら様？言い過ぎじゃね？言い過ぎじゃね？何なんですか？すごいですね。自分がお金持ってたら人のこと傷つけていいと思ってらっしゃる。そんな理由ないから傷ついてらっしゃる。嫌だったら娘さんを説得した方がいいんじゃないですか。なんでこの人にそんなこと言うんですか。しかもこの人の両親が詐欺するんで、なんかちょっと筋が通ってないというか。批判とかされてたと思うんですけど、でもそれだけ言われても彼は娘さんと結婚したいっていう気持ちを曲げない、2人のなんかこう愛情みたいなのがあるから、なんかお母さんもそう心配されるからこそそういった言葉選びになってしまうと思うんですけど、守るみたいな感じで言ってもいいんじゃないかなって思って。娘さんがついてる人にそうやって言うんだったら、これから問題抱えますよ、娘さんと。てか結婚って結婚される2人が幸せになるためのものじゃないですか。でも親を幸せにするためだけのもんじゃないんですよ、結婚って。それだけが
結婚の目的になったらもうダメじゃないですか。なんで貧乏みたいなことをしたいと思ったんですか？知らないですか？貧しいだけはめちゃめちゃ苦労するんですよ。それが分からないってことは、あなたのことを知らないってことです。そんな苦労も知らない、そういう親が子供のこっち決めみたいなの言ってましたよね。ありきたりな言葉になっちゃうかもしれないんですけど、お金ではこれだけの強い愛情みたいなのって多分買うことができないと思ってて、お金の価値じゃないものを2人は大きな愛情みたいなので生み出せてるんじゃないかなって。あなた何も分かってないよ。あなた社会も知らないでしょ、きっと。貧乏人さんってバカにできる人だけで、自分でちゃんと稼いだり、地位を築いたりとかしてない人なんですよ。社会を知らない人しかそんなこと言えないんですよ。あなたは反対する前に、社会勉強してください。親として失敗するのも僕は親と素敵だと思うんですけど、僕はその彼の今をちょっと認めてほしいなって、なんか急にねスピーチは申し訳ないですけど、働いてらっしゃるじゃん、いいじゃん。働いてらっしゃる、もう何も仕事しないとかだったらいいですけど、よくはないけど、それじゃダメだと思いますけど、ちゃんと働いてらっしゃる。じゃあもういけんじゃん。生活しようとする気概があるじゃん。じゃあもうそれでいいじゃん。親なら応援してあげましょうよ。別に何か悪いとこあるかどうか知りませんけど、これから2人で生きようとしてんだから、親だったら応援してあげましょう。娘さんが選んだ歌だし、神さんそんななんか1回しかない人生でそんな風に思える人って出会えるんじゃないかな。出会えることもあるかないかだと思うんですけど、その方に出会えてるってすごいことだと思うから出て、なんかごめんなさい、勝手に入ってきちゃった。どうして2人の間に入って話してくださったんでしょうか。お金が大切っていうのももちろんわかるし、その生活力とかっていう面は絶対的に必要なものだと思うんですけど、でもやっぱりそのお金は大事だけど、一番は何があっても乗り越えられる、支え合える人っていうのが結婚する上で自分たちの人生を歩んでいく上で大事なんじゃないかなって私は思ったので、はい、伝えました。僕自身もそんなになんか裕福な家庭じゃなかったので、だけどなんか両親は一生懸命働いて自分たちを、その学校に大学とかまで行かせようと思って働いてたのを知ってるんで、だからなんか結果としてお金がないっていうことでなんか何にもしてないとか努力してないとか苦労してないみたいなことを言われるとちょっとどうも腹が立つっていうかね。経済的にもこれからちゃんと金銭を稼いで、奥さんがどうされるかは知らないですけど、2人でちゃんと生活してやっていきますっていう意思表示ができてるんであれば、もう俺はそれでいいんじゃないかなっていう思ってて、でだから仕事の内容がどうだこうだって言われても、職業に規制ないので、別に何の仕事してようがちゃんと自分で金稼いで自分で筋道立ててやれてるんだったら、もう全然結婚していいんじゃないのっていう感じだった、そういう思いだったんで。家柄とかって確かになんか大事にされる人いるのすごい知ってるんですけど、なんかそんなことじゃないような気がするというか、その結婚って別に当人同士の話だと僕は思ってるんですよ。その結婚って知らない人同士がなんかこう今っていう状況からこうなんか未来を作っていく作業だと思ってるんで、なんかそれにすごいなんか過去を持ち出されるのがなんか、気持ち悪いというか、
なんか許せないというか、なんかそれを理由でなんか結婚したい同士が結婚できないって言われてんのもなんか腹が立ったっていうか、そんな感じですかね。僕たちがこうやって輪に入ったのが正解かどうかっていうのはわからないんですけど、でもこのままなんていうんだろうな、その見逃してたら僕はそのきっと後悔するだろうなと思って。一般的な家庭で育ったので、お金持ちの方って本当それだけですごいなって本当に尊敬するしすごいなとは思うんですけど、でもどうしても外見的にいい車乗ってるからすごいとか、いい服や物を身につけてるからすごいとか、そういうところで人の価値とかを測るんではなくて、本当の意味のその人の中身の部分を知って、なんかこう温かさとか人間らしさとか、そういうところに惹かれていく世の中がいいなって思ってます。はい。いくら努力したところで越えられない壁があるのよ。それが現実。でも家族は僕を大切に育ててくれました。